ご覧の皆様、間もなくお時間になりますので、そろそろ先に簡単に説明をさせていただきたいと思います。本日司会を務めさせていただきます、青山学院大学の西宮と申します。よろしくお願いいたします。本日は、第33回のエンジニアスポットライトということでですね、現役ロックギタリストが博士学位を取得する意義というタイトルで、鴨文義様に、ご講演をお願いしております。鴨文義様は、プロのミュージシャンでありながら、工学博士を取得されておりまして、多方面でご活躍をされております。現在もプロのミュージシャンとして活躍をする傍ら、アーティスト育成ですとか、大学での教育など様々な、ことを、ご活躍されておりますので、ぜひぜひ、お楽しみいただきたいと思います。こんにちは、鴨文義と申します。では、ここから、進めさせていただきます。はい。では、ここから始めます。ギタリストの鴨文義と申します。IEEE では GCC や ICC で発表させていただき、この3月に東京工科大学大学院を早期修了して高額な博士号を取得しました。ロックギタリストが博士学位を取得するということにどんな意義があるのかということについて、これから私の研究と今後の展望を踏まえながら発表させていただきます。本講演会は中学生から社会人を対象とした内容となりますが、こちらの5つのキーワードにピンとくる方向けに設計をさせていただきました。本日はこの内容に沿って進めさせていただければと思います。私はプロギタリストであり、また専門学校の教員としても20年以上にわたり、高等教育機関でポピュラー音楽演奏を指導してまいりました。2011年には世界最大のオンラインギターレッスンのギネス世界記録も樹立しています。対面やオンライン含めてたくさんのミュージシャンとこれまで関わってきました。そんな中課題として感じているのは、音楽演奏には暗黙知が多く、これらを明らかにして学習者にフィードバックする必要があるということです。暗黙知って何かっていうと、プロは経験的にできるけど説明が難しいことを言います。音楽ではとても多く見られることです。音から弾き方を推定する耳コピをしろみたいな話もよくある暗黙知なんですね。また、とにかく練習しなさいみたいな話も、スポーツとか勉強とかゲームでもそうだと思うんですけど、たくさんありますね。だけど、一体自分が本当はいつできるようになったのかみたいな話って皆さん興味ありませんか？自分小学校の時、エレクトーン弾いてたんですけど、なんとなく本気で打ち込むことができなくてですね、中学校、高校と今度卓球やったんですけど、それも本気だったのかって言われると、もう最低限はやってたっていうことでしかなくてですね。で受験勉強のために卓球やめて、後から後悔したんですね。なので、東京に出たんですけど、東京に行って次に始める趣味は途中でやめないぞと決めてですね、19歳の時にギターを買いに行きました。で卒業するときに東京理科大だったんですけど、その学校は IT 分野の就職とか結構あったんですけど、自分は音楽に関わりたかったんですね。なんでいろいろと、大学4年の時はね、自分探しをしたんですけど、ハンズオンエンターテインメントっていう、コンサート制作会社が、新たにデジタルコンテンツっていうものを始めるっていうことで、求人が出たんですね。で、それを受けたら、奇跡的に採用してもらいまして、デジタルコンテンツをたくさん作るみたいなあたりから、音楽業界の仕事を始めたんですね。で、アーティストとしては結構遅咲きで、ソロアルバム出したのが2005年2月の31歳の時なんですね。で、このソロアルバム出したことがきっかけで、ギター教則本を出版してる出版社からね、結構声かかるようになりました。で、ちょっと自分の演奏を聞いてほしいんですけど、こちらセカンドアルバムのノスタルジアっていうアルバムのオープニングナンバーのショパンの幻想即興曲っていうのをギターで弾いてるものです。ちょっと聞いてみてください。
どうしてこの曲カバーしたかっていうとですね、荒川静香さんがこの曲でオリンピックで演技されてたのを当時見たんですね。で、自分フィギュアスケートは本当に影響を受けててですね、特にフィギュアのジャンプって誰が見てもミスが分かってしまうので、とてもプレッシャーがかかりますよね。そんな中で演技をされる荒川静香さんに感動して、この曲をね、カバー演奏することにしました。以上自己紹介をさせていただきましたが、ここから講演の内容に入っていきます。まずね、1番いきたいと思います。こちらある日の私の仕事なんですね。ギターレッスンしてます。でこれグループレッスンで、現在世の中で入手することが難しい貴重なアンプを使ってですね、一人ずつ丁寧に指導しています。でこういう教える仕事って実は結構難しい課題があってですね、左側の写真ってライブのような感じですよね。これは講義形式と呼ばれるものになりますね。先生が全員均等に情報を伝える形ですよね。一方でさっきの写真、右側の写真は一人ずつ順番に見る方式なんですけど、実は左側の写真も右側の写真も生徒一人ずつが実際どのぐらい上手くなってるのかっていうのって結構わかんないんですね。だってある人教えてるときに他の人って見えてませんよね。だから実際どのぐらい上手くなってるかってわかんないんですよね。そういった課題があるんです。じゃあ例えば1対1で教えたとして、しかも至近距離で見たとして、この双方の秘密はわかりますかってことをですね、ちょっと見ていただきたいというふうに思います。今、チャーラーツチャーチャーラーツチャってツっていう音。これは音楽でいうアクセントって言うんですけど、これ左手の方には実は秘密は全くなくて、何もしないんですね。で、実はこの右手の弾き方だけでチャって出してたんですけど、結構ですね、何やってるのかわかんないんですね。で、こういうことを暗黙知って言います。で、説明聞いたり、結構至近距離で見たとしても、何やってるんだかよくわかんないんですよね。で学校で音楽を教えるにあたっては、その他にもいろんな課題があるんですね。特に芸術って個性なので、評価ってどうあるべきかっていう問題もね、あると思います。一般的な音楽教育ってどういうものなのかっていうと、この図の左上の、先生の説明。この先生の説明から始まって、まず楽譜の何ページ読みましょうね、みたいな。楽譜を読んで、で、音に向かっていくんですね。どんな音のイメージでとかって言っていくんですけど、この白い矢印の通りに行くんですけど、エレキギターっていうのは、ピックアップと呼ばれるものがついてて、そこで音が全然変わるんですね。あとエフェクターってものがついてて、そしてアンプっていうのを通して、そして最後は PA っていうのを通して、それで最後音になるんで、それで一個ずつね、音がね、完全に変わってしまうんです。さっきの動画でも、エフェクターっていうのがかかってる時に、ワンワンワンって音がほにゃほにゃしちゃって何やってんだかわかんなかったんじゃないかなと思うんですけど、音から演奏方法を見出すってことがとても難しいんですね。で、そこで私の研究は、このギターのピッキングによって、ピックと弦が衝突して弦振動が起きます。で、この部分からピッキングの方法っていうのを、ピックアップとかエフェクターとかアンプとかが関連する音に惑わされることなく逆推定するという手法を考案しました。で、教師の説明から始まって楽譜を読むって言いましたが、演奏を保存したり、次世代に継承していくには、一般的に楽譜が必要になりますね。で、これ実際に私の教則 DVD で採用している楽譜なんですけど、ちょっと今の楽譜ってですね、すっごい丁寧になってて、実は楽譜以外に模範演奏だとか何やらいっぱいついてるんですね。例えば映像がついてたり、楽譜の他にタブっていうのもあったり、あと解説っていうのがあったり、コードネームっていうのがあったり、あと DVD の機能でスロー再生みたいなのがあったりとか、いろんなことあるんですけど、それでも不明なことってたくさんあるんですね。例えば弦とピックはどのぐらいの間隔で衝突してるのかとかね。本当は譜面のどこを見てるのかとかね。そういうようなことって、プロの技術を保存したり、次世代に継承するってすごいね、難しいわけなんですね。そこで私は、腕時計型運動センサーデバイスを活用して、ギター演奏を解析するということを考えました。リストバンドや手首にアクセサリーを装着しながら演奏するギタリストって一定数おりますので、
このデバイスは軽量ってこともあって、演奏するときに気にならないっていうこともポイントとなります。センサーデバイスの仕組みは、加速度と角速度を取得して、様々な演算手法を用いて、音や映像ではなくて、モーションのトラッキングを行うんですが、ピックが弦に衝突するところの繊細な振動も含めて取得します。こちら研究の結果ですね、空間っていうのは X、Y、Z 軸とありますけど、この X 軸周りというところの角速度の2回時間微分信号である X 軸の確約度というものから、プロとアマチュアを区別する新しいパラメータを発見することができました。こちらですね、群馬県知事山本一太さんの番組でも紹介されてますんで、後でチャットに書き込まれると思いますんで、よろしければご覧になってください。このようなですね、3DCG による演奏分析用アプリケーションなんかを活用してですね、動画撮影ではわからないような細かな動きを分析できる可能性の気づきや、この手がですね、自分の分身のような存在、第二の自分のような存在が作れるようになりました。でどんなことやってるのか、ちょっとソフトウェアのデモンストレーション見ていただこうと思います。これさっきのアクセント付きコードストローク奏法っていうのをやってるんですけど、この CG って録画とかじゃないんですね。もうリアルタイムでこの CG が生成されて、で、モーションのトラッキングからカメラとかを使わないで出してる。このポイントです。あと演奏軌道とかもどういう軌道で動いてるのかもわかるようになってます。これがうまくいかないと変な軌道になります。手の動きも違うし、演奏の軌道もさっきと違いますよね。こういったことがカメラやレコーダーを使わなくてもリアルタイムに分かるようになりました。そしてリアルタイムに分かるだけじゃなくて、後からもっとデータサイエンス的に分析することができます。どうやって弾いてたのかみたいなことをですね、データで拾って、後から細かく分析することができます。じゃあここが演奏の範囲で、演奏始まったところがここで、演奏終わったところがここでということで、で、データを取得するというふうにするとですね、演奏したものがですね、こう出てくるんですね。で、この、左下の、円のですね、ちょっとこう、ここ、とんがってるところ、ここがね、アクセントと呼ばれるものなんですね。でその他にも、いろんな数値が取れるようになったりしています。で、2023年3月に博士論文を発表したんですが、この研究で達成したことは、演奏運動からですね、リズムの正しさを推定する手法の精度を検証して、プロとアマチュアを明確に分ける新規性のある評価指標の開発を行って、その有効性を検証して、腕時計型運動センサーデバイスと今見てもらった演奏運動解析アプリケーションを組み合わせた新規性のあるシステムによって、複数のギター奏法を数値観測して暗黙知の解明を行いました。得られた知識を複数の高等教育機関において具体的に適用して、その教育手法の有効性を示しました。でこの研究を演奏工学って名付けたんですけど、でこの、研究で重要視した暗黙知の解明について、博士論文公聴会の動画をですね、公開してますんで、チャットの方に URL 書きますんで、よろしければですね、今後ぜひご覧になってみてください。で、この研究の今後の可能性なんですが、学習者に応じた指導法を考案できる可能性や、知識やスキルを得ることの範疇を超えた新たな教育の可能性があると考えています。で特に新たな自分を作り出すメタバースやデジタルツインの表現につながる可能性が出てくるというふうに考えています。で、教え子のデビュー支援を行った事例をちょっと紹介したいんですが、私の教え子のナナさんというアーティストがいるんですけど、ナナさんの楽曲、梅雨花火という曲がですね、フリー VR スタジオラボラトリー社よりですね、2022年の8月に配信開始になって、こちらの音楽監修を担当させていただきました。で、これYouTube 見ていただくとわかるんですけど、アニメの映像っていう風に一瞬見えるんですけど、実はアニメじゃなくて、モーショントラッキングとアバターの最新技術を活用した音楽作品になってるんですね。様々なメディアで紹介されましたので、よかったらですね、ぜひ見てみてください。続きまして、学び直しとか、リカレントとか、リスキリングとか、いろいろ言葉が最近流行ってますけど、これ要するに大人になってからもまた学んでいこうってことなんですね。このあたりの話をしていきたいと思います。
で CD とか本とか DVD とか動画とか、いろんなメディアの中でこれまでギタープレイを表現してきて、僕がデビューしてきた時からも、どんどんメディアが変わってきてるんですね。なので、その次を見つけたいと思って、大学院に進学したいなっていうふうに思いました。だけど、社会人だから、プログラミングとかを基礎からやり直すって言っても限界がありますよね。そういった時は、皆さんにお勧めしたいのは、このプロトタイプを作るツールっていうのが今、世の中にはあるので、そういったものでですね、まず完成形をイメージするのをお勧めしたいというふうに思います。こちら今から見せるのはですね、大学院の修士の時の1年生の時の夏休みに作ったプロトタイプなんですね。で、今見えてるのが G7 って書いてあって、これG7 って言って、音楽のコードネームって呼ばれるもので、ポピュラー音楽を演奏する人は全部このコードネームっていうのに基づいて演奏するんですね。でまずちょっと見ていただきたいんですけど、はい、ちょっと今見ていただいたんですけどね。今図が出てるじゃないですか。で、このグラフィックの図っていうのは、ギターの指板、フィンガーボードのことなんですね。で、プロギタリストっていうのは、必ず、ほとんどの人は、ギターの指板をグラフィック的に捉えてて、自分が何の音を弾いてるのかっていうのを、目に見えてるのは G7 ってコードネームなんだけど、実際に自分の目に見えてるっていうか、脳内に見えてるのは、こういったグラフィック的なもので、例えば、このグラフィックも赤い丸があったりとか、黒い丸があったりすると思いますが、それぞれ音の意味が違って把握してて、そういうような形で演奏したりするんですね。そういうような、実際には見えないものっていうのが AR 技術で可視化されてみたらいいな、みたいなことをね、考えてたんですけど、でこういった時のイメージがですね、終了制作につながりました。で、これですね、さっき自分の頭の中でギターをコードネームからグラフィック的に捉えて演奏してるっていうふうに言ったんですけど、これ大学院の修士はですね、これで卒業したんですけど、ちょっと終了制作の一つ、トランスケールってアプリケーションがあるんですけど、ちょっとね、見ていただきたいなと思います。はい、見ていただきましてありがとうございました。最初にプロトタイプで見せた AR 技術っていうのは、そのグラフィックが出てくるまで時間がかかるって問題があったんですね。で、この、トランスケールっていうのは Web アプリを使ってるので、コードネームを入れた瞬間に目的の指板の図が出てくるっていうことでですね、何かを最初にやるのに、まずプログラミングの勉強をしないと何かができないとか、
作曲するのにまず音楽理論を覚えないと作曲ができないとか、なんかそういうことじゃなくて、いきなりなんかこう自分のイメージが表現できるっていう風にならないのかな、みたいなことをですね、考えて、このアプリを作ったんですけど、やっぱりその最初にプロトタイプを作るっていうことが、着想につながったことかなっていうふうに思っています。ですので、大学院とかね、行きたいとか検討している方はこういったプロトタイプをね、作ることをお勧めしたいなというふうに思っています。で続いて、大学院に入ってから、STEAM 教育ってものを知ったんですね。でこれ、要するにですね、いろんな要素を横断しながら学んでいこうってことなんですけど、どうもわかりづらいんですね。で、これ一体何なんだろうっていうこととか、なんでこの STEAM 教育が将来の役に立つんだろうっていうことについてお話ししたいと思います。で大学院入った時に、僕はプロミュージシャンをね、たくさん育成してきたわけなんですけど、指導教師の方からですね、プロを育てることはすごいと思ったんだけど、ギターってこう、プロにならない人にはどんな学びになるのってこう、初回の授業の時に質問されたんですね。で、これすごい自分の中で気づきがあってですね、そうだよなと。芸術って誰にでも必要だよなと。でもそれなんでだろうっていう、そういうことを考える思考回路がここで芽生えたんですね。でそこから僕のテーマは、将来いい仕事に就きたかったらギターを弾いてパフォーマンスしようよという、なんとなくのテーマが出来上がって、大学院の生活がスタートしたんですね。で、STEAM 教育って図解するとこんな感じなんですよ。で、僕はその教員なんで、芸術を活用する新しい教育方法というのを模索してきました。で、ICT 時代に必要とされるサイエンスとかテクノロジーとかエンジニアリングとか数学とか、そういったもののステム領域ってものに加えて、アート、芸術領域を加えることで、教育にワクワクが生まれる STEAM 教育。これはクリエイティブな人材の育成に期待が持てますとされてますが、その先生のやる授業に学習者が深い関心が持てるかっていうこととか、あと先生の専門分野の拡張っていうものが課題とされてるんですね。それはそうですね。例えば数学の先生が芸術を教えられるとは限らないですよね。で、あと、大人がこういったことがためになるよって言っても、若い人はそれにあんまり興味持てないみたいな。自分はゲームが好きなんです、みたいな。そういったこともありますよね。じゃあどうしようってことなんですね。でそこで自分は理工系の大学の授業にギターレッスンを持ち込むことにしたんですね。こんなスケジュールで進行したんです。基本的にプログラミングをするクラスなんだけど、ギターが弾きたい人だけをオーディションして集めたら、すごいたくさんの応募があったんですね。で、ここで自分がやったのは、ただ大人から与えられて社会を良くしようみたいなことで、プログラミングを学ぼうってことじゃなくてですね、自分自身がギターを上手くなるためにはどうしたらいいかっていうような動線を設計しながらデータサイエンスを学んで実践する形としました。教育にワクワクが生まれる STEAM 教育を実現するには、学習者が深い関心が持てるかっていうことがポイントになります。そこで学習者が好きな曲を演奏しながら探求していくという形のギターレッスンと、これまで検討してきた腕時計型運動センサーデバイスとアプリケーションを組み合わせた授業を行いました。学習者がプロの演奏者と一緒に学びながら、自分自身のデータそのものを課題として、このような 3DCG による演奏分析用アプリケーションを活用することによって、芸術教育とデータサイエンス教育を組み合わせた STEAM 型ギターレッスン開発事業として実施しました。結果的にどうなったかっていうとですね、こちらの表は学習者の成果発表会における発表内容の抜粋になっています。従来のギターレッスンっていうのは、ギターが上手くなりたいとか、デビューしたいとか、そういったことだけになりがちなんですけど、ここにステムの手法を持ち込むことによって、学習者にとってね、学術の垣根を超えた多様な学びと発想につながって、で、この主な要素っていうのを見ていただくとわかるんですけど、アートが A で、T がテクノロジーで、S がサイエンスで、M が数学、マセマティクスで、いろんなですね、要素を含んだ発表につながるということが分かりました。で授業最終回に学生から寄せられた授業のコメントを見るとですね、ギターを弾いた結果としてプログラミングをやりたくなったとかですね、グループワークが楽しくなったとかですね、能動的な学びへの姿勢が見られるんですね。で、STEAM 教育が既存の音楽教育より何が良かったのかっていうことなんですけど、ギターを弾くことに演奏能力以外の教育価値も持たせることができるということだと考えています。
ですので、いい仕事に就きたければ、これからの時代はギターを弾いてパフォーマンスすることだというふうに思いますね。本日はですね、音楽、エンターテインメント業界に興味のある方や、もしかすると業界の方もいらっしゃるかもしれません。このコーナーではですね、働いてるという視点からお話をしていきたいというふうに思います。働いてる視点から見たら、まず最初に考えられることって、別に仕事で食えてるんだったら、博士号を取る必要ってあるのかなとか、そもそも博士号って何のために必要なのっていう問いがあると思うんですね。そこを明らかにしていきたいというふうに思います。現役ロックギタリストが博士学位を取得する意義について6つお話ししたいというふうに思います。1つ目は、これまで経験則で演奏してたギター演奏の部分について、ギターを弾いてるときに起こってる現象が理解できるようになったってことなんですね。例えば弾いてるときに考えてるのは、ピッキングの位置とか速度とか加速度とかそういったことも大切ですが、うまく弾く秘密はそれらだけではなくて、角躍度に、これ角化加速度って言うんですけど、こういったものにあることを研究で明らかにしました。このような一つずつの積み上げによって自分が練習したり、他の人にギターを教えるときにも何が問題があるのかっていうことをより的確に指導できるようになったんですね。二つ目は、自分の仕事上、無理やり行ってきたことを一度再確認するってことができました。例えば自分は23歳の時に、ハンズオンエンターテインメントという会社でデジタルコンテンツの仕事を始めたんですけれども、仕事って全部がノウハウになってるわけではなくて、その場で調べて対処しながらやらなければいけないこともあります。一方で技術っていうのはどんどん新しくなるので、定期的なアップデートが必要になるんですけど、やっぱり人間なんで、これまでやってきたことを継続するっていうことに陥りがちなんですね。そこを大学院で確認することができたのが良かったです。三つ目なんですけど、自分に近い領域なんだけど、明らかに分野が異なる人って出会うことって結構難しいんですけど、博士を目指す過程でそういった方とね、出会いがありました。ミュージシャンって感覚がとても大切なんですけど、その感覚を明らかにすることって、異分野の方との出会いがなければできなかったんですね。例えばですね、楽譜ってありますよね。この楽譜は、幼少期から自然と読んでいる音楽の先生が多いんですよ。なんでかというと、幼少期から自分が習ってるからですね。だから、なんで自分が楽譜が読めるのか、自分自身で説明できないってパターンが多く見られるんですね。僕もそうでした。僕も3歳からエレクトーンやってたんで、なんで自分が楽譜が読めるのかっていうのが分かんなかったんですね。ところがこのアイトラッキングっていう技術を自分自身に活用してみたら、今までの音楽の指導だと、目に見えたものを弾きなさいみたいな、そういった指導をしてたんですけど、実際にはですね、自分の目が一小節、楽譜より先を読みながら弾いてるってことがね、明らかになりました。ちょっとですね、その時の様子を見せたいと思います。動画でですね、丸印がちょっと画面に浮き上がってくるんで、ちょっと見ていただければと思います。この状態で、僕は初めて来た楽譜に対してちょっとアプローチしていくことをやってみたい。回ってますか？ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。はい。今、丸印が動いてるのが分かったと思うんですけど、自分が演奏した場合だと、この丸印がスムーズに一小節先を、主に、動いていく感じになるんですけど、これを今度自分の教え子、学生さんにやってもらったら、やっぱり丸の位置が飛び飛びになっちゃって、なかなかうまくいかないみたいな、そういったことが分かってですね、で、こういった授業をやったら、学生からもですね、今まで分からなかったことが分かったと感想をもらったりとか、同業の先生からも自分がどうやって楽譜読んでたのか明らかになったことが良かったというふうにね、評価いただきました。こちらはですね、トビー社のアイトラッキングツールをね、活用したギターレッスンになりました。で、次に、ギター弾くときに難しいことって、ピックが弦に衝突するときに、弦がピックに引っかかっちゃってうまく弾けないっていうのがすごい多いんですね。でこれ弦の抵抗があるからなんですけど、
この弦の抵抗をどうやってプロが感じてるかってことを相手に伝えるって、これ近距離で教えても難しいんですね。で、これ自分のレッスンの風景の写真ですけど、こういうふうに教えたとしても、結局僕がどう感じてるかってわかんないんですよね。で、そんな時また出会いがありまして、こちら3D システム社の3次元触覚力覚インターフェースデバイスのタッチってものなんですけど、これとですね、バーチャルリアリティ技術を活用したハードウェアとソフトウェアを組み合わせたピッキング練習システムのピックフィールってものを考案したんですね。で、このシステムはハプティクス技術を利用して、プロのピッキングの感覚の体感とか、あと音のモニターとか、そういったものができるように作ってるんですね。さらに、自分で見てる自分の右手でしか得られない目線を 3DCG で再現して、触覚、聴覚、視覚、聴覚、触覚を組み合わせたバーチャルリアリティの世界で、ギターのね、難しい技術のピッキングの体得を目指したデバイスになっています。ちょっとこちらご覧ください。ありがとうございました。こういう発想はですね、なかなか仕事だけしていても得ることができないんですね。現役の活動をしながら、さらに白信を目指したことによって得られたものだなというふうに思っています。4つ目は、メタ的に考えることができるようになる強みが出たというふうに思っています。メタっていうのは高い次元っていう意味で、物事をその外側に立った視点で見ることを意味するんですけど、専門分野っていうのを掘り下げてる時期っていうのは、ギターの世界で言うと、それってこういうことだなっていうことが分かってもですね、それが他の世界とどう接続するか分かんないので、ギターで学んだことをギター以外で活かすってことがかなり難しいんですね。しかし、博士号の勉強をすると、論文を書くために自分の分野に近い研究をたくさん調べるようになるので、結果的に広い視点からものを見ることができるようになるんですね。例えば、教師が他者に助言をするときに、どのタイミングで助言をするべきかっていう問題があるんですね。つまり、フィードバックするタイミングがリアルタイムなのか、事後なのか、検討する必要があるということですね。その時に音楽以外の視野まで広げて世の中見てみるとですね、例えば柔道や鉄棒の指導においてリアルタイムで助言をすべきか、事後に助言をすべきかっていう研究が存在してて、それが自分の研究にもかなり役立ったんですね。音楽演奏においては、学習者が曲をまさに発表する状況下において演奏中であるタイミングということと、あと演奏の訓練をしている練習中のタイミングでは、フィードバックを伝える状況が異なる可能性が考えられますよね。こういう考え方をメタ的な考え方っていうふうに言います。博士論文の研究では、このように左側に見えているようなリアルタイムなフィードバックと、右側に見えているような事後フィードバックのそれぞれについて考察を行ってアウトプットを出したんですね。こういったことも仕事だけしてたら発想することはできなかったなっていうふうに思います。5つ目は、
得られた知見を他の方に伝承するっていうことですね。で、自分がなんか新しいことができるようになった場合、それを仕事でね、活用していきたいっていうことになると考えるとします。だけど、自分だけそれができて、他の人はその新しいことはできないっていう場合、それって逆にチームとしてはマイナスになったりとか、仕事に不利益になる可能性もありますし、人間関係に歪みが生まれるかもしれませんね。なので、得た知識っていうのを他の人に伝承していくっていう視点はとても大切になって、例えば先輩が後輩に教えるとか、チームで同僚を支援するっていう視点は仕事だけじゃなくて、学校のサークルとか部活などでもあると思うんですね。博士の研究では、ギター演奏の運動評価による技量獲得暗黙知の解明と教育への応用まで行ったので、応用として知見を他者への伝承というところまでの研究ができました。6つ目は、研究したことをその先どう活かすかっていうことなんですね。で、テクノロジーを活用して教育に役立てる領域はエドテックとかも言われるんですけど、最新テクノロジーすごいなっていう憧れだけだと続かない場合って結構あるんですね。それって、ただユーザー側になっちゃって喜んでるだけで、それを活用して何かを生み出すっていう時に、自分のやってることのどこにその最新テクノロジーを使って成果を上げていくのかっていう視点が大切になります。ここでは、先ほどご紹介したアイトラッキングの研究をギター演奏に活用した事例を紹介します。こちらの動画をご覧ください。いつ巡り合うのかを私たちはいつも知らない。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語だ。手の糸はあなた、横の糸は私。会うべき糸に出会えることを人は幸せと呼びます。はい、今回はですね、まずコードワーカーっていうアプリケーションを使っているんですけど、ギターの演奏で大切なのってコードネームなんですね。で、そのコードネームっていうのを、コードワーカーってソフトは、演奏することができるんですけども、この視線入力にこのコードワーカーのインターフェースが向いてるんじゃないかっていうことをですね、ちょっと思いついて、で、ソフトの開発者の方に連絡取らせてもらったら、やっぱりインターネットの時代ってことで簡単に連絡を取ることができて、で、このプロジェクトに関する思いをですね、お伝えしたらすごい共感してくださって、で、僕が考案した仕様にソフトを改変していただけることになって、で、その形が、インターフェースとなって、で、視線入力からコードネームを演奏するということを実現しています。で、ソフトからですね、ミディデータっていうものが出て、で、それで、その音楽ソフトを鳴らしているっていう形になっています。はい。コードワーカータイプ PEA っていうのをね、企画考案しました。こちらもチャットにね、URL 書きましたので、ぜひね、マウスのクリックとかでもね、音が鳴りますので、ぜひ試してみていただければと思います。で、この企画考案したアイトラッキングアプリは、開発されたダイアトニックコードさんとの出会いがあって実現できたわけなんですが、コロナがね、5類になるタイミングと同時期に博士号を取ることができたんで、その後いろんな方とね、お話をすることになりました。博士って学会とか国際会議とかで様々な方とお話しするので、そこで得た経験を今度は実社会でね、活かしていくってことがとても大切になってくると考えています。で、今日はですね、新興ミュージックさんにゲストで来ていただいています。新興ミュージックさんは業界では誰しもが知る老舗の音楽出版社なんですけど、これからデジタル化をしていこうという中でですね、自分がこれまで培ってきた研究を新興ミュージックさんとね、お取り組みできたらというふうに考えております。本日は新興ミュージックエンターテインメント取締役デジタル事業本部部長の吉田聡さんにお越しいただいております。吉田さん、今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、一言メッセージいただければと思うんですが、新興ミュージックさんにはね、こちらのヤングギターのインタビューなどでも大変お世話になりました。今回の講演で聞いていただいてどうでしたでしょうか？はい、とても興味深い話がたくさんありまして、聞こえてますか？はい、聞こえてます。はい、ありがとうございます。はい、まず腕時計型センサデバイスですね。いえ、これはもうかなりの発明品というか、これまで、新興ミュージック40年、50年、ギターの様々な教則本出してますけども、どうしても今、鴨先生おっしゃったように、はい。どこまで何が伝わってるのかが分かんなかったし、あ感覚で、フィーリングに頼って、フィーリングっていう言葉に頼ってた時期が長くて、今もそうなんですけど、そこに一石を投じて、今まで聴覚と勘でやってた部分に、視覚的なとても分かりやすい、要素を入れてくださったっていうのは画期的だと思いますね。ありがとうございます。ヤングギターさんはね、読者の演奏のコンテストとかね、たまにやったりして、はいはい。読者の演奏を吸い上げるってことは、やってくださってはいるんだけども、そこのなんていうんですかね、キャッチボールみたいなものがよりやりやすくなる可能性ありますよね。そうですね。やっぱり音楽って、一人でやるよりも、たくさんで、バンドもそうですけど、聞いてくれる人とやる側と両方が心通わせるのが一番楽しいので、あの、一方的ではなくて、これからギターを始めたいとか、始めて間もない人でもなんか楽しく参加できるような企画をいつも考えてるんですけど、その中にもなんかうまくこの双方向性の何かが使えたらいいかなというふうに思ってますね。ありがとうございます。ぜひですね、今後、新興ミュージックエンターテインメントさんとで何かやっていければと思いますので、今後ともはい、よろしくお願いします。あぜひぜひ。りがとうごはい、ざいました。こちらこそ。はありい。がとうございます。はい。はい、最後のコーナーになります。説明していきましょう。やりたいことがあるんだけど、それは遊びでしょと言われて、これは将来の役に立たないかもというふうに悩んでいる方ね。これは、学生の方とかにね、多いかもしれませんけれども、ちょっとそこを説明していきたいというふうに思います。自分ね、以前こんな仕事したんですけどね、これアコースティックギターの教則本なんですが、なぜか忍者のコスプレをすることになってしまったっていうね、動画なんですけど、ちょっと見ていただければと思います。こんな、仕事をしたんですけどね。で、その忍者になった時と同じタイミングで、こちらの宮脇敏郎さんっていうね、著名なギタリストの方と対談したりセッションしたりする機会があったんですけど、ここでですね、なぜかギターと卓球って結構似てないかみたいな話になりましてですね、著者たちの語らいっていう企画だったんですけど、で、こちらの左側に映ってるのが宮脇さんのブログなんですけど、このギターのピッキングとですね、卓球のペンホルダーが共通してるねみたいな話がですね、あって、で、ちょっと今から見せる動画ができて、テーブルテニスジャムっていうね、宮脇さんのオリジナル曲があって、こちら演奏と動画出演をさせていただいて、これがなぜか忍者と繋がるっていうことでですね、ちょっと楽しんで見ていただければと思います。
ないビデオなんですけど、これに出てた人たち、結構有名なギタリストの方も実は今動画の中に映り込んでたっていうのがありまして、なんか意外と音楽業界卓球部の人実は多かったんじゃないか説みたいなのあるんですけど、まあいかがでしたでしょうかね。こういったなんか趣味の卓球もですね、なんかやってるとですね、なんかこう、彼の本の中に収録されて結局音楽として全国に出るみたいなこともあって、まあ何でもいいんですけど、なんか趣味があれば一つ自分の中に持っておくとですね、将来こんなつながりがあるっていう場合もあるんだなっていうふうに自分は思ってるんですね。なので、まあ学生の皆さんはどんなことでもいいんで、楽しみを見つけてですね、深掘りしてみてください。ここ大切だなというふうに思います。まあ深掘りすればですね、遊びも仕事になるというふうに自分は思っています。ありがとうございました。これで発表終わります。ぜひですね、アンケートのご記入いただければと思います。残り時間でですね、いろいろ質問に回答していきたいと思います。ありがとうございました。